2026年春、日本の山あいにある小さな農村で起きた出来事が全国の人々の心を揺さぶった。その日、村の古びた農道に真新しい黒いアスファルトが静かに敷かれていった。重機の音が山間に響き、近所の人たちが不思議そうに集まってきた。誰が、なぜ、この道を舗装したのか、誰も知らなかった。やがて明らかになった真実に、その場にいた全員が言葉を失った。一人の老いた農夫が、52年間、一日も欠かさず貯め続けたお金を、すべて使い果たしていた。総額850万円。生涯をかけて積み上げた全財産だった。老人が残したメモには、たった一項だけ書かれていた。子供たちが安全に学校へ通えるように、舗装される前の農道は、雨が降るたびにぬかるみ、石がむき出しになり、子供たちが何度も転んで怪我をしてきた道だった。老人はその度に胸を痛めながら、黙って見守り続けていた。そして誰にも告げず、静かに準備を進めていた。自分が行った後も、この村の子供たちを守れるように。と、それは、老人が村に残した最後の贈り物だった。なぜ彼は52年間、一人でこの思いを抱え続けたのか。どんな人生を歩み、何を見つめて生きてきたのか。次は、この老農夫の素顔に迫っていく。彼の名は、田中義雄。1948年、日本の片田舎に生まれた一人の農夫だった。山あいに抱かれた小さな村、舗装もされていない赤土の道が集落をひっそりとつないでいた。電気が通り始めたのも彼が少年の頃のことだった。義雄が農業を継いだのは20歳の時だった。大学進学を進める教師もいた。都会へ出ることを夢見る友人たちもいた。しかし彼は静かに首を横に振った。この土地を離れるつもりはない。それだけを言い残し、桑を手に取った。誰かに求められたわけでも、強いられたわけでもなかった。ただ、この村が好きだった。それだけだった。朝は日の出前から畑に立ち、夜は月明かりの下で一日を振り返った。贅沢とは無縁の暮らしだった。外食も、旅行も、ほとんどしなかった。稼いだお金は、必要な分だけを残し、あとは1円も漏らさず貯めた。それが、毎日のことだった。1日も欠かさず、52年間、ずっと、村の人々は、彼のことを、無口な働き者、と呼んだ。派手なところは、どこにもなかった。自慢話をするわけでもなく、愚痴をこぼすわけでもなかった。ただ黙々と、土と向き合い、季節と向き合い、生きてきた。しかしその胸の奥には、ずっと一つの思いが宿っていた。誰にも話したことのない、静かな誓いが、それが芽生えたのは、一体いつのことだったのか。そしてその誓いが、彼をどんな出会いへと導いたのか。次は、義雄の人生を大きく変えた、ある瞬間に迫っていく。義雄が初めて彼女と出会ったのは、昭和の終わり頃のことだった。村の小さな農協の集まりで、一人の女性が静かに座っていた。派手なところは何もなかった。けれど、その眼差しだけが違った。どこか遠くを見つめているような、それでいて今この瞬間に真剣に向き合っているような、不思議な目をしていた。名前は、里美と言った。隣村から嫁いできたばかりで、土地にも人にもまだ慣れていないと、後から聞いた。義雄は特別なことは何も言わなかった。ただ、帰り道が同じ方向だったから、黙って並んで歩いた。それだけだった。しかしその夜、義雄は初めて、誰かのそばにいたいと思った。二人は翌年、静かに祝言を挙げた。村の人たちが集まり、小さな宴が開かれた。豪華なものは何一つなかった。それでも、義雄の顔には、これまでに見たことのない柔らかさがあった。里美もまた、よく働いた。夜明け前に起き、田んぼへ出て、日が沈んでから台所に立った。文句を言うことも、弱音を吐くこともなかった。二人は言葉少なに、しかし確かに、同じ方向を向いて生きていた。そんな穏やかな日々に、最初の試練が訪れたのは、結婚から3年目の冬だった。長雨が続き、田んぼの一部が水没した。収穫はほとんどなかった。蓄えも底をつきかけた。それでも二人は互いを責めなかった。里美はただ、来年また、やり直しましょう、と言った。その一言が、義雄の背中を押した。
あの冬を二人で越えたこと、それがよしおの中に何かを刻んだ、誰かのために生きるということの本当の意味を、この出会いと試練がやがてよしおをあの大きな決断へと向かわせていく。春が来るたびに二人の絆は深まっていった。あの厳しい冬を越えてから、よしおとさとみの間には言葉では言い表せない何かが生まれていた。それは単なる夫婦の情ではなかった。嵐の中で互いの弱さを見せ合い、それでも離れなかった者同士だけが持つ静かな強さだった。さとみは毎朝よしおより先に起きた。冷たい水で顔を洗い、かまどに火を入れ、温かい味噌汁を用意した。よしおはその湯気の向こうに妻の背中を見ながら思った。この人のためにもっと良い暮らしをさせてやりたい。そう思うたびにくわを握る手に力が入った。だが暮らしはなかなか楽にはならなかった。山あいの村では雨が続けば道が崩れた。ぬかるんだ農道を子供たちは毎日学校へと歩いていった。転んで膝をすりむいた子供の泣き声が朝の空気に溶けていく。その光景を見るたびによしおの胸に小さな痛みが走った。ある日さとみが静かに言った。あの子たちがかわいそうねと。その一言だった。よしおの中で何かがゆっくりと動き始めた。自分のためではなく誰かのために生きるということ、それが具体的な形を持ち始めた瞬間だった。その夜からよしおは小さな貯金箱を棚の上に置いた。毎晩どれほど疲れていても硬貨を1枚そっと入れた。さとみはそれを黙って見ていた。何も聞かなかった。ただ微笑んで布団を並べて眠った。その小さな積み重ねがやがて村の景色を変えることになる。二人が手を取り合って歩んだ日々が長い時間をかけて一つの大きな幸せへと実を結んでいく。よしおとさとみの結婚生活は決して豊かではなかった。それでも二人には確かな幸せがあった。朝並んで畑に出る。昼土のついた手で握り飯を分け合う。夜貯金箱に硬貨を1枚入れて肩を寄せて眠る。その繰り返しがよしおにとって何よりも大切な日課だった。さとみはよく笑う人だった。声を立てて笑うのではなく、目の端をほんの少しだけ細めて静かに微笑む。その顔を見るたびによしおは胸の奥が温かくなった。子供たちも生まれた。長男の新一、長女の久美子、田んぼのあぜ道を駆け回る子供たちの声が村に響いた。よしおはその声を聞きながらくわを振るった。疲れも忘れるほど満ちた日々だった。村の夏祭りではさとみが浴衣を着て隣を歩いた。よしおは照れくさくて正面を向いていたが、ちらりと横を見るとさとみがまたあの笑顔をしていた。それだけで十分だった。しかし幸せな時間はいつも予告なく終わる。新一が中学2年生の秋、さとみは突然倒れた。朝台所に立っているはずの妻が床に倒れていた。よしおが駆け寄るとさとみは薄く目を開けて小さくごめんなさいと言った。その一言がよしおの心に深く刺さった。検査の結果は脳の病気だった。手術は成功した。しかしさとみはそれ以来長く歩くことが難しくなった。村の道は相変わらず凸凹のままだった。よしおはその夜貯金箱をじっと見つめた。硬貨の積み重ねはまだ続いていた。しかし今その意味が静かに変わり始めていた。その夜よしおは眠れなかった。布団の中で天井をじっと見つめていた。さとみのごめんなさいという声が何度も頭の中で繰り返された。謝ることなど何もない。それなのになぜ彼女は謝ったのか。よしおには分かっていた。さとみは自分のせいでよしおに迷惑をかけたと思っていたのだ。あの凸凹道で転んだことを自分の不注意だとそう思い込んでいたのだ。違う。悪いのは道だ。翌朝よしおは裏の納屋へ向かった。棚の奥に置いてあった古い貯金箱を両手で抱えて取り出した。ずっしりと重かった。52年分の重さだった。最初は老後のためだった。次にさとみとの旅のためだった。しかし今この貯金は別の使い道を見つけようとしていた。その日縁側に座ったさとみが静かに口を開いた。よしおさん、
私のことは気にしないでください。もう慣れましたから。その言葉が胸に刺さった。慣れた。その一言がどれほど重いか。彼女は諦めていた。不便な道に諦めていたのだ。よしおは唇を引き結んだ。諦めてはいけない。諦めるのはまだ早い。彼は貯金箱を膝の上に置いて静かに考えた。自分にできることは何か。残された時間で何を残せるか。里美だけではない。この村の子供たちも毎朝あの道を歩いている。雨の日も風の日もぬかるんだ土の上をよしおの中で何かが固まり始めた。迷いが少しずつ決意へと変わっていった。貯金箱の中の硬貨が小さく光って見えた。その光が道の先を照らしているようだった。春が来てまた夏が来た。よしおは毎朝早く起きた。畑を耕し汗を流し、夜になると貯金箱に硬貨を入れた。その繰り返しだった。しかし何かが変わっていた。以前はただ習慣として続けていた。しかし今は違う。硬貨を入れるたびにあの道を歩く子供たちの顔が浮かんだ。泥に足を取られながらも懸命に歩く小さな背中が見えた。里美の笑顔も見えた。よしおの中で目的が生まれていた。52年という時間は長い。しかしその時間が今ようやく形になろうとしていた。蓄えた全財産850万円。それは老後のためではなかった。自分が行った後もこの村で生きていく子供たちのためのものだった。よしおは村役場を訪ねた。職員は驚いた顔をした。一人の老いた農夫が資材をすべて差し出すという理由を尋ねられると、よしおは静かに答えた。子供たちに安全な道を残したい。それだけです。たった一言だった。しかしその言葉の中に52年分の思いが詰まっていた。工事が始まった。長年ぬかるんでいた村の道が少しずつ舗装されていった。機械の音が村に響くたびに、よしおは遠くからそれを眺めた。何も言わなかった。ただ、静かに目を細めた。完成した道を初めて子供たちが歩いた朝、よしおはその様子を畑のそばで見ていた。子供たちは軽やかに走り、笑い声を上げていた。泥はなかった。水たまりもなかった。よしおの目に光るものがあった。52年間、毎晩積み重ねてきたものが、今ここにあった。この選択が、よしおの人生を完成させた瞬間だった。そしてその道は今も、村の朝を静かに照らし続けている。道は、完成した。よしおが52年間、毎晩コツコツと積み上げてきた850万円。その全てが、今、村の大地に刻まれていた。アスファルトの黒が、朝の光を静かに受け止めている。凸凹だった土の道は、もうどこにもない。泥もなかった。水たまりもなかった。ただ、まっすぐで、優しい道が、そこにあった。完成した翌朝のことだった。村の子供たちが、その道を初めて歩いた。ランドセルを背負い、笑いながら、軽やかに駆けていく。誰も転ばなかった。誰も泥で足を汚さなかった。その小さな足音が、よしおの胸の奥まで届いた。よしおは、畑のそばに立っていた。声を出すことはなかった。手を振ることも、名乗り出ることも、しなかった。ただ、静かに目を細めて、子供たちの背中を見送った。その目に、光るものがあった。誰にも言わなかった。誰にも褒められなくていい。ただ、あの子たちが安全に学校へ行ける。それだけで、十分だった。52年間という時間は、決して短くない。若い頃から老いるまで、雨の夜も、疲れた夜も、よしおは一日も欠かさず小銭を貯め続けた。その理由を、誰かに語ったことはなかった。心の中に、ただ静かに温め続けてきた願いがあった。自分がいなくなった後も、この村の子供たちを守りたい。その願いが、今ここに形となった。よしおの人生は、この瞬間に完成した。言葉ではなく、道そのものが、彼の全てを語っていた。そして、その道は今も残っている。よしおが去った後も、村の朝を照らし続けている。子供たちの足音を、静かに受け止めながら、道は、今も変わらずそこにある。よしおが行って、もう3年が経つ。しかし、彼が残した舗装道路は、一日も休むことなく村の朝を迎え続けている。
子供たちは今日もその道を歩いて学校へ向かう。雨の日も風の日も足元を泥で汚すことなく、転ぶこともなく、ただ安心して前へ進むことができる。よしおが望んでいたのはまさにこの光景だった。村の人々は道を見るたびに彼のことを思い出す。派手な言葉を残したわけではない。記念碑があるわけでもない。ただ静かに続く一本の舗装された道が彼の存在を語り続けている。変わったのは道だけではなかった。村全体の空気が少しずつ変わっていった。よしおの行いを知った若い世代が自分たちも何かできるはずだと言い始めた。高齢者の荷物を運ぶ助け合いが生まれた。空き家を使った子供の居場所づくりも始まった。一人の老農夫が残した決断が村の心に小さな火を灯したのだ。よしおの娘はこう語ったという。父は最後まで自分のためには何も使いませんでした。古いまま着続けた服も何十年も乗り続けた自転車も全部そのままでした。でもあの道を見るたびに思うんです。父は本当に豊かな人生を送ったのだと。850万円という全財産は確かに消えた。しかしよしおが残したものはお金では測れない何かだった。道は人をつなぐ。過去と未来を静かにつなぎ続ける。よしおの52年間はこの道の上に今も生きている。あなたは今誰かのために何かをしていますか？よしおは誰にも言わなかった。褒められようとも感謝されようとも思わなかった。ただ子供たちが安全に歩ける道を残したかった。それだけだった。52年間毎晩少しずつ積み上げたお金、それは未来への静かな祈りだった。自分のためには何も残さなかった。でも村の道には彼の52年分の思いが今も刻まれている。人はお金や名声ではなく誰かの心の中に生き続ける。よしおの生き方がそっと教えてくれる。豊かさとは何か、幸せとは何か、この道を歩く子供たちはきっと知らない。でもその足元には一人の老人の深い愛情が静かに眠っている。あなたの人生に誰かのための一歩を。今日もご視聴ありがとうございました。